こんにちは、アルソレルです。今回は2024年に購入してよかった園芸ツールの紹介動画です。私が勝手に園芸ツールとして使ってるものも混じってるんですけど、来年のお買い物の参考になれば幸いです。一つ目はトレイ付きクリア植木鉢です。今年の春頃に発売された人気の透明鉢ですね。お気に入りポイントは透明度とロング鉢ではないっていうところです。鉢カバーをつけないのであれば、もうちょっと透明度が低い鉢の方がインテリアには馴染みやすいかもしれないんですけど、我が家では全て鉢カバーをしているので、透明度は高ければ高いほど嬉しいです。大きいサイズは1鉢しか持ってないので、絶賛養生中のアジアンタムさんにご出演いただきました。このアジアンタムは貝殻虫がついてるとは知らずに購入した株です。セラミスに植え替えてから1週間後ぐらいに気がついて丸ハゲにした後、復活してきたあたりで私が1ヶ月も水やりを忘れるっていうかなり過酷な生き方を背負わされてる株です。寒くなってきたんですけど、新芽がちょこちょこ出てきています。そして鉢カバーなんですけど、私はどちらかというとポテッとしたフォルムが好きなので、そういった鉢カバーをロング鉢に使うと円周は合ってるのに鉢が飛び出るっていうことが多いんですよね。この透明鉢は高さがあんまりないんで、持ってる鉢カバーにぴったりなことが多いです。なので気に入って使ってます。機能面やとスリット鉢よりは水はけが悪いと思います。水やりの時になるべく早く水が抜けるように、私は鉢底に追加で穴を開けてます。いくらか早く水が抜けるようになるんですけど、水やりの後に鉢底に水がちょっと溜まることには変わりないですね。鉢底の水って表面張力でなかなか抜けないですよね。我が家では鉢底に溜まった水は全然気にしてなくて、鉢穴から水が垂れなくなったタイミングでもう鉢カバーに入れちゃってます。2つ目は 3D スイング DC ターボサーキュレーターです。サーキュレーターはもともと無印のものを何台か使ってたんですけど、なんでかすぐ壊れちゃうんで嫌になってこちらに買い替えました。お気に入りポイントはデザインです。本体の足元にある風量の表示が可愛いんですよね。これが購入の決め手の一つでした。これは18畳用で、ほんまは22畳用が欲しかったんですけど、そっちは風量表示のデザインがちょっと変わっちゃうんですよね。なので18畳用を買ったんですけど、風量も十分あるんで、コンパクトで可愛い18畳用にして結果的に良かったです。もう一つの購入の決め手がリモコンがあることと、そのリモコンが本体に磁石でひっつくことです。赤外線リモコンがあるとスイッチボットとアレクサを使って音声操作ができるんで、何かと便利なんですよね。その上リモコンが本体に貼り付くなんてめっちゃええやんって思ったんですけど、全然本体に貼り付きませんでした。たまたま貼り付かない個体を引いたのか、これが標準仕様なのかはわからないんですけど、返品交換も面倒なんでそのまま使ってます。リモコンがひっつかへんのはちょっと残念なんですけど、それでもデザインが可愛いのでお気に入りです。3つ目はメジャーカップです。料理用の計量カップなんですけど、じょうろ代わりに使ってます。お気に入りポイントは、じょうろではないので頭部がないっていうことと透明度です。もともと1リットルの先が細長いじょうろを使ってたんですけど、もっとドバって水やりがしたくてこちらに買い替えました。以前使ってたじょうろは頭部がそこからちょっと上がった位置についてるんで、水を全部やりきるのがなかなか難しかったです。特に我が家では微粉ハイポネックスを使ってるんで、その溶け残りがなかなか出てこないのがちょっとストレスでした。それがこの計量カップを使うことで解消されました。水を汲んだり肥料を溶かす回数を減らすためになるべく大きなものがいいなって思って、で3リットルもあったんですけど、それはさすがに片手では扱いづらいかなと思って2リットルにしました。頭部がないんで収納しやすいのも嬉しいポイントです。
一方で優しい水やりっていうのはちょっと難しいので、植物の種類や状態によっては不向きかもしれません。透明度は機能性とか使い勝手には全然影響がなくって、ただ単に私の好みです。別素材やったらもっとお手頃価格なものもあると思うんで、ちょろちょろ水やってられへんっていうタイプの方には大きい軽量カップおすすめです。4つ目はロキオクタゴン 50W です。ソケットに差し込んで使うタイプのパネルライトです。お気に入りポイントは機能性とデザインです。このライトはアプリを使って調光できたり、スケジュールを設定することができます。詳しくは以前別の動画にしてるので、気になる方はそちらを見ていただければと思います。デザインに関してはザ育成ライトっていう感じがなくってすっごい気に入ってます。せっかくなんで2ヶ月ぐらい使ってみた感想も軽くお伝えしますね。ただ他の育成ライトを使ったことがないことと、このライトを使わずに育ててる比較対象となる株がないんで、今からお話しすることがほんまにライトによるものかどうかっていうのはわからないです。多分ライトのおかげなんやろうなーっていう感じです。植物全体に関して言うとなんか調子がいい気がします。特にインドクワズイモはかなり茎が短くなって葉っぱが大きくなりました。そしてエバーフレッシュは急にライトに当てたせいで、その時新芽やった葉っぱはちょっと葉焼けしてチリチリになっちゃいました。ごめんね。夏場は日光が当たってたんですけど、日の入り方が変わってあんまり日が入らなくなった今でも多くの株で新芽が出てるのはライトのおかげかなと思ってます。最後はアタックゼロワンハンドタイプです。よくないんですけど、メネデールを詰め替えて使ってます。お気に入りポイントは計量がめっちゃ楽なところです。もともと押して測るタイプのボトルに詰め替えてました。ボトルを押すとこんな風に上部に液体が吸い上げられて計量できます。これもすごい使い勝手が良かったんですけど、ここに若干液が残るのが嫌だったんですよね。あとメモリももっと細かければいいなって思ってました。そこでこちらのボトルに変えてみました。1プッシュ 5mm なんで、メネデールの場合は1リットルの水に2プッシュで OK です。メネデールは洗剤と違って粘度がないんで、ちゃんと計量されるか不安だったんですけど、測ってみるとちゃんと1プッシュ 5mm でした。1リットルの水に対して1ミリなど希釈倍率が高いものや大量に作る場合には残念ながら不向きですね。手軽に100均のシャンプーボトルとかに詰め替えるのでも十分やとは思うんですけど、よりストレスフリーにっていうのであればこのボトルを検討してみてもいいかもしれません。ちなみに私は空ボトルを買って詰め替えてます。普通に売ってる中身入りのやつよりも倍くらい高かったんですけど、ポンプボトルってもう洗っても洗っても洗剤が取れへんイメージがあったんで空ボトルを買いました。たまたま 50% オフクーポンがあったんでお安く購入できました。気になった方はいろいろ調べてみて、その時一番安いお店で買われるのがいいかもしれません。というわけで2024年に買ってよかった園芸ツールの紹介でした。なんやかんや今年買ったものは今回紹介しなかったものも含めて全部よくって上手に買い物ができた1年でした。